今回は電熱ペンについてリスナーさんから焦げてしまう、うまく盛れないというですね、質問をいただいたので、こちらについて検証してみたいと思います。私が普段ソフビ明珠をするときに、この N タイプのペン先を加工したものを使っていてですね、それを前提とした解説動画になってしまって、他のペン先とかですね、違う環境で使った場合の悩みとかですね、そういったところっていうのがちょっと配慮できなくて大変申し訳ございませんでした。リスナーさんが悩まれているのは、この D4 号というもので、ペン先がこういう感じの平たいものですね。こちらを使われてらっしゃって、悩みが2つあるということで、まず1つ目が、ソフビを持っている時に焦げてしまうという点ですね。で、もう一つが、ソフビを盛るんですけども、盛ったところが、こう、ヤスリがけをすると、ボロボロ取れてしまうっていう、この2点があるということでですね、これについて、どういう状況でそういうことが起こり得るのかっていうのを、ちょっとまず検証してですね、それに対する対策っていうのを調べてみます。D4 号のペン先は、あまりソフビ盛りがやりやすくなかったんで、ソフビ盛りのやりやすい形にちょっと加工をしてみようかなと思ってます。では一つ目のソフビ盛りで焦げてしまうというところをまず検証してみたいと思います。リスナーさんはメモリを4でソフビ盛りされてるということなので、同じ設定4にしてあります。普段ですね、3.8 とか4ぐらいでですね、私をやってる場合はあまり焦げないんですね。焦げといっても、ペン先に付着したソフビが焦げて、それがくっつくっていうのはよくあるんですけども、4なのでですね、かなりしっかりソフビは溶けてます。1分2分ぐらいですと、全く焦げとかそういった感じは見受けられません。継続的にやっていくと、だんだん焦げていったり、色がついていくっていう感じなんだとは思うんですけど、ちょっとそういう状況が出るまでですね、こねくり回してみます。今15分ぐらい持ってたんですけども、ここがですね、少し焦げ目がついてきました。リスナーさんがおっしゃってるのが、こういう焦げなのか、それとも、こういう真っ黒の焦げなのかっていうので、ちょっと違うんですけども、この焦げはですね、どういう理由でついてるかというと、今このペン先、そのままにして作業していたんですけども、ペンのここにですね、ソフビが溜まってしまってですね、ここに溜まったソフビが徐々にですね、焦げて茶色く変色してます。で、この茶色く変色したものがだんだんこちらに移っていって、こちらのソフビが茶色く見えるっていうのと、あとここと同じようにずっと同じ場所をですね、長時間当てると、ペン先で起きていたようなソフビの焦げが出てくるというところですね。例えば私の本体で 4.5 ぐらいの温度にすると、もう煙がすごいですね。白い煙がパーファーパーファー上がっていって、焦げ臭い。うん。だんだん、茶色くなってきましたね、ソフビが。で、こういう黒いですね、すすみたいな点々も出てきました。もう本当にすぐの状態で黄色くなったんで、こんなような状態にもしなってるとなると、本体の設定のこの基本的な温度の違いっていうんですか、リスナーさんが4なんですけど、このぐらいの茶色、今やったこの下の段と同じぐらいにすぐに茶色になっちゃうってなると、
私の設定温度 4.5 がリスナーさんの場合4でその設定温度になってるっていう本体の若干の違いっていうんですか、さすがにこれないと思うんですけど、そういうような違いがもしかするとあると思うので、今4でこの状態だったら、さらに下げるっていうことが必要かなって思います。日本の製品でさすがにそこまでメモリのブレっていうんですか、品質の違いっていうのはないと思うので、これはないという仮定すると、考えられる点っていうのは、ペン先がこう汚れてきて、その汚れがこちらのソフビに移ってしまったっていうのが一番考えられる要因かなと。で、もう一つは、長時間ソフビを当てているので、ペン先と同じような焦げの反応がこちらのソフビにも出てきてしまったっていうところかなと思います。この焦げがですね、なんで茶色く色移るかっていうのをちょっと分かりやすくするためにですね、もう一回同じような状況を出してみます。今1分ぐらい経過したんですけども、結構溶けてきました。で、溶けた側ビがだんだん茶色くなってきてるんですね。で、これをですね、ティッシュペーパーとかで拭いてみるとわかるんですけど、こんな色になってるんですね。こんな黄色になってるんですよ。黄色になる理由っていうのがあんまりよくわかんないんですけども、もしかすると、このソフビ自体の着色料っていうんですか、それが濃縮されてこんな色になってるのかなって思うんですけど、ペン先がこんなに黄色くなっちゃってるんで、この状態で作業しちゃうと、この黄色がどんどんこっちのソフビに移って、だんだんこう焦げてるみたいな感じになっちゃうんですね。温度が高いと、ペン先に乗っかったソフビが焦げる、溶けるスピードっていうのが速いので、どんどんここで色が変わったものがこっちにくっついちゃうっていう悪循環に陥ってしまうので、焦げてしまうっていうことなんですね。リスナーさんがおっしゃってる焦げちゃうっていうのはこれじゃないかなと思うんですけども、もしこれじゃなかったらちょっとコメントをいただけますか？もう一回調べますので。これをですね、解決するにはどうするかっていうと、ペン先だと4だと少し温度が高いようなので、3.8 ぐらいですね。少しですね、ちょっと温度を下げます。盛る前には、このソフビのペン先についているソフビをもうきれいに落とします。電気を落とした状態で、ナイフとかの背とかですね、なんか金具でですね、ソフビをこうやってきれいに落としてあげます。それで盛りの作業をしていきます。でこうやって持ってるとですね、だんだんペン先にソフビが付着してきてですね、それがまた色変わってきてしまうので、こまめにペン先を掃除してあげる必要があるんですね。なのでこう、持っていって、例えば1分とかだとちょっと頻繁なんでやりづらいかもしれないんですけど、こう、ティッシュペーパーとか布とかでこうやって拭いてあげて、また作業再開と。で、これをやることで、かなりですね、ソフビが変色するっていう確率が下がってくると思うので、これがまず一つの解決策ですね。あともう一つは、長時間ですね。長時間って言っても、本当に色が焦げるぐらいの長時間ですから、5分とか10分とか当てないとなんないと思うんですけど、こういう置きっぱなしですね、こういう感じ。こういう時間をあんまりなくしてあげるっていうのと、この一箇所をですね、こう盛り続けるっていうのの時間をもう少し短くするっていうのがもう一つの案かなと思います。これが焦げ対策ですね。続いて2番目の疑問の、ソフビ盛りしたんですけども、安いがけするとボロボロ落ちてしまうっていうところの確認ですね。安いがけするとソフビがボロボロ取れてしまうっていう理由というのをまずですね、明確にした方が分かりやすいと思うので、それをやってみます。そのためにですね、このソフビ片の大きいものっていうのをちょっと用意してます。まずこのソフビを盛るときに同じようにこうやって、大なり小なりこう溶かしてくっつけていくわけですよね。
で、よく溶かしてくっつけられてるってことなので、くっついてはいると思うんですね。もう一個ぐらいやってみましょうか。こんな感じでどん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 持っていくと思うんですよ。でこのペン先でもですね、温度 3.8 でも十分溶けるので、4だとちょっと茶色くなる、ペン先のですね、ついたソフビが茶色くなる頻度がとても高いので、メモリを今 3.8 に少し下げてやってます。はい、こんな感じで持ってみました。これですね、結構しっかりくっついてるんですけども、一つですね、私意図的にいつもと違う盛り方をしてるんですけども、これ何かっていうと、この真ん中の中心部ですね、中心部は溶かしてないんですね。じゃあ、この中心部どうなってるかっていうと、ちょっと切ってみます。これはあくまでも極端な例ではあるんですけども、これ今ソフビの持った断面図ですね。ここの端というのは電熱ペンで溶かされているのでソフビがくっついてるんですけども、この真ん中が溶け合ってないんですね。これはわざと溶かしてないんですけども、ソフビ片自体をもう全部溶かして、この裏の表面まで溶かして、それを混ぜ合わせないといけないんですけども、こういう感じで、お互いが溶け合ってないところがあるんですね。そうすると、これをですね、ヤスリがけすると、ここの面がボロって取れちゃうんですよ。こんな感じで。で、これがですね、極端な例なんですけども、この側尾片を何個も何個も持っていくと、いろんなところにこういう側尾の溶け合ってない隙間が出てくるので、ヤスリ掛けした時に側尾片がボロ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 取れてしまうっていうのは、側尾同士が溶け合ってないっていうのが原因です。なので、ここをどうするかっていうと、これもまあ極端な例なんですけども、ソフビを盛るときに、このソフビ片全体をですね、溶かさないといけないんですね。で、さらに、ここの面と溶け合うように、こうもう、ほじくるような感じですよね。これはちょっと大きいのでですね、こんな感じになってるんですけど、こう、裏もしっかり溶かしてあげる。さらにですね、ここ、今、ぐちゃ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 やったところに、隙間がないように、またさらに溶かして持ってあげるっていう、そういうことが必要です。これをやらないとですね、隙間が常に空いた状態なんで、ソフビ、ヤスリがけをすると、ボロ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 削れて、一向に表面処理が進まないっていうことになってしまうんですね。
本当よーく溶かして、で私は最近はこうやってベターって押し当てちゃうんですけど、こういう感じで押し当てて溶かして、さらに盛るときはこのソフビ片をまたベターって溶かして、こっちでくっついちゃった。下の面とまた癒着っていうんですか、溶けてくっつくように下の面も溶かしながらソフビ片を溶かしてくっつけていくっていう。でベターってこういう。でたまにこう縦に入れたりとかですね。で縦に入れるとこうやってボコボコになるんで、これをですね平たくしても隙間が空いてるんですね。なのでちゃんと隙間が空かないように、空気が入らないようにこう押さえつけてあげる。押さえつけて全体溶け合って隙間がないように。これがですねなかなか難しいんですね。難しいというかめんどくさいんですよね。なのでコツとしてはソフビ片をですね薄く小さくするっていうのが一つのコツですね。あと大きい場合はこう端からどんどんこう溶かしていって、下の面も意識的に溶かして持ってあげるっていうのがいいと思います。ここで結構躊躇してしまうのが、これがヘッドの表面だとすると、それにこうめり込ます感じになるわけなんですよね。でそうするとヘッドを傷つけちゃうんじゃないかなと思うんですけど、それをしないとですね側尾が綺麗にくっつかないので、最初はですねちょっと度胸いるんですけど、こう表面は多少汚くなってもですね下の面とよーく混ざるように溶かしてあげるといいと思います。でさらにこう上から側尾をどんどん重ねていって隙間を埋めてあげて、表面を盛り上げて、いらないところを削っていくっていう感じですね。でこれよりこうでもないっていうことであれば、メモリを読んで使われてるってことなんで、これはないと思うんですけど、メモリがですねあんまり温度が低いと側尾がですね全然溶けないので、さっき言った側尾と側尾の間に隙間が空きすぎてボロボロ取れてしまうっていうことも考えられます。これでもかっていうぐらい溶かしてあげるといいと思います。私はですね、これ結構比較的側尾が大きいんですけども、薄くしてあげてます。薄くしてあげるとこう押さえつけた時に乗せた側尾片と下がすぐですね熱が伝わってお互いが溶け合うので、こういう薄いですね側尾片を使って持っていってあげてます。そうすると意外と作業時間も早いですし、お互いが溶け合って溶け漏れも少なくなるんで、これをやったからって 100% 隙間が開かないってわけではないんですけど、やっぱりここの過程で隙間が開かないようにしてあげないと、プラモデルみたいにパテで埋めるっていうのが結構できないので、ここは結構重要ですね。で今こんな感じでペン先が汚れてきたんで、これはティッシュペーパーで拭いてあげます。ここくぼんでるんでちょっと掃除がしづらいですね、このペン先。一回しつこいようですけどですね、
この大きなソフビ片をよく溶かして、また断面図見てみたいと思います。こういう感じで端からどんどん溶かしていって、溶けないな。で、このソフビ片全部がですね、溶けるように押し付けて、さらに押し付けながら、このソフビの肌の部分ですね、も溶かしてくっつける。最初は、一番取っかかりはですね、表面をえぐる感じになるんで、ちょっと表面一時的に汚くなると思います。私の場合はこんな感じですね。それでこう、表面を溶かしながら、溶かしたソフビ片がこう馴染むように、こういう感じで押さえつける。で、押さえつける時間が長ければ、お互いが溶け合う時間も長くなるんで、こういう感じですね。で、溶け合ったなと思ったら、また次のソフビを持って、その同じ繰り返し。ですね、ソフビ片全体がまた溶けて、下と混ざってくっつくと。で、表面上は全部溶けて、表面上は溶け合っているように見えてるかもしれないんですけども、中に隙間があるかもしれないんで、たまにですね、こうやってまた押し付けをして、しっかり溶かしてあげる。この押し付けるっていうのを私もやるようになってから、間に隙間がなくなったんで、かなり表面処理がですね、楽ちんになりました。こう押し付けてるときは表面が一時的に汚くなるんで、ちょっと不安なんですけどね。これがしっかり溶かしてですね、ソフビ盛りした断面図なんですけども、先ほどみたいな隙間がほとんどないと思います。カッチカチになって、こちらの元のソフビと同じような強度になってるんですね。で、多少ですね、こう、つぶつぶみたいな気泡がまだ残ってはいるんですけども、それはですね、メイクとかで隠れるので、私は無視してます。本当に綺麗にやるときは、それもなくして、その気泡もなくすように持っていかないといけないんですけど、売り物にしなければ大丈夫じゃないかなと思います。フレッシュはですね、先ほどの焦げのところでのご説明したんですけども、多分ソフビの着色の色が出やすいのかなと。最近セミホワイトを使ってるんですけども、あそこまで黄色くなるっていうのがあまりなかったんで、あと、やっててですね、こう表面が黄色くなるっていう事象がほとんどセミフォアの場合なかったんで、この色が茶色くなるっていうのはもしかすると、ソフ
フレッシュの方がなりやすいかもしれないです。はい。これで一応1番と2番の解決方法ができたかなと思うので、この上でですね、ちょっと状況違うんだよっていうことがあれば、またコメントいただければと思います。